Hey guys! リリーチャンネルネイリストのゆかです。今日も淡々と説明していきたいと思います。今日はマニキュアが初心者の方に向けての塗り方です。わかりやすいように今日は OPI のこのブルーを使っていきますね。で、ふわっとしたカラーだとちょっと動画上やっぱり分かりにくかったりするので、濃いカラーを使っていこうかなと思っています。一応準備するものを先に紹介すると、ちょっとメーカーは違うんですけれども、ベースコート、そしてトップコート、それからカラー、そして綿棒ですね、リムーバーです。コットン、それからキッチンペーパーあるといいかなと思います。では始めていきます。で、最初にあらかじめもうこちらの蓋は開けておくとバタバタしないのでいいかなと思います。開ける時になんかちょっとカラーが傷ついちゃったりとかするのもね、すごい嫌なので、しっかり混ぜておいて、混ぜる時はこうコロコロしてあげると気泡が入りづらいです。で、混ぜておいてしっかり蓋を開けます。そしてベースから塗っていきます。まずベースを塗る前にリムーバーでもいいですし、エタノールでもいいんですけど、お爪に油分がついている感じになるので、それをしっかりキッチンペーパーのような毛羽立たないものでこちらの表面拭いていきます。で、拭かないとどうなるかっていうと、拭かないとクレーターって言ってちょっと弾いたりとか、お爪の表面でマニキュアが弾いてしまうっていう状態になってしまうので、しっかり拭いてあげた方がいいと思います。はい、では始めていきます。ではベースコートを塗っていきます。片手で塗るので少しこうやって手前に傾けて、そして筆に取って塗っていきます。で、親指ってこう奥まで塗れなかったりするじゃないですか。ちょっと空いてるの分かりますかね。で、親指やっぱりここからここの幅が広いので、少し変わった塗り方をしてあげると塗りやすいかなと思います。ちょっと変わった塗り方してみますね。で、エッジから塗っていくんですけれども、しっかりこの蓋の縁でくるくるっとしごいてエッジを塗っていきます。ちょうどここの部分ですね、この端っこの部分、ここを塗っていきます。表にはみ出さないように。結構ここを塗るか塗らないかで持ちが違ってきたりするので、できれば塗ってあげた方がいいかなと思いますね。めんどくさかったら一番最後だけでもいいかなと思います。一番最後はね、塗ってあげないともう絶対なんか剥げてきちゃうかなって思うので。で、ベースコート塗らない方もいらっしゃるんですけど、ベースコートなんで必要かっていうと、このままカラーを塗ってしまうと爪の上に色素沈着してしまって、で青とか塗っちゃうとそのまま青のカラーがうっすら残っちゃったりとかするんですね。そうすると実名でいてもなんかちょっと恥ずかしいし、なんか汚く見えちゃいますし、なのでやっぱりベースコートは必要かなと思います。ではちょっと手前に傾けて、筆の片面だけをちょっとこのボトルの口でそぎ落とします。そして塗っていくんですけれども、今エッジを塗ったので、親指だけはこうやって横に塗ってあげると、ちゃんとこのキューティクルのところがまっすぐ塗れるかなと思います。
でこのベースコートは思い切ってしっかり奥に塗ってあげた方がいいですね。こんな感じです。はい、では次はこっちの方ですね。今日は全部は塗っていかないので中指だけにしようかな。で中指のベースを塗る時も同じです。5本全部塗る時はもう全部こうエッジの部分を塗ってあげて、その後表面塗ってあげるといいと思います。でちゃんと口をしごいた、この子が良くなっている。口でしごいたベースをスッと軽く塗ってもらって、そしたら根元の方ですね。こんな感じで塗ってあげるといいと思います。もう一本ベースいきますね。ベースコートはなるべく薄く塗ってあげてください。この上にカラーがのりますので、こんな感じです。でちょっと言い忘れてたんですけど、ポリッシュリムーバーはたくさん持っているこういうマニキュアの、メーカーを使ってあげるといいと思います。私だったら今は OPI をよく使うので OPI のリムーバーを持っています。なぜかというと、やはり会社を同じにすることによって取れるのが早くなります。なんかやっぱり研究されているので、そこの、メーカーのものを使ってあげた方が取るのが早くなるかなと思います。はい、ではカラーを塗っていきます。でカラーもここの口の端のところで片面ぐっとしごいてあげて、それから塗っていきます。ここでしごいていくんですけど、適量塗っていくと分かると思うんですけど、ちょっとこれだと多いかな少ないかなっていうのを見つけてあげて、で適量を取って塗っていくといいと思います。やっぱり親指だと多めに取らないと塗れないですし、中指はそんなに親指ぐらい取ってると多いしっていう感じになってしまいますね。なのでしっかり塗っていく中でちょっと自分の適量っていうのを見つけていけばいいかなと思います。では親指いきます。親指はまず本当にこれも初心者さんだと難しいかもしれないので、できればっていう感じです。ここのエッジを塗ってあげます。そして親指はさっきと同様この角をぐっと塗って素早く手前にこんな感じですね。そしてこうやってはみ出た時にこういう綿棒、ちょっとこれは先が尖ってるんですけど、こういうのでスッと少しお肉を下ろしてあげて、スッと
拭いてあげるとこうやって取れます。で本当にこういう細かいところとかはこういう棒がね1本あると楽かな。こんな感じです。じゃあ中指も塗っていきます。中指もエッジ塗ってあげて、そのまま真ん中から端っここちらも端っここんな感じで綺麗に塗れました。そしたら2回目塗っていこうと思います。で2回目もやっぱりこうラインをしっかり取りたいので2回目も親指は同じように塗っていきます。ちょっと親指もこうクックって動かしてあげると塗りやすいかもしれません。でさっきと同様はみ出したところはちょっとこちらで綿棒で取っていきます。初心者さんだとここまで塗らなくてもいいと思います。全部が同じぐらい残ってるとそこまで汚く見えないです。結構ねこの皮膚についちゃったりするとやっぱりスティックがなかったりすると大変なので、では親指が2回塗った感じで中指が1回塗りです。でもしもう1回塗りでいいやっていうのであればもう十分発色してると思うんですね。なのでそのままトップコート塗ってあげてもいいかなと思います。じゃあ今日はトップコート塗って仕上げてみたいと思います。そして1回塗りと2回目の検証をしてみたいかなと思っています。じゃあ先に中指から塗っちゃいますね。でしっかりエッジ塗ってください。そしてで結構こうやって筆につくんですけど、それはねキッチンペーパーとかでこうやって拭いてあげると取れるんで、それからこっちに戻してあげるっていうのがいいかなと思います。でそのまま戻すとこの中でもうなんか混ざってしまってトップコートがね青くなったりとかするんですね。赤色塗ってる時は赤になっちゃったりとかするので、ここもねちょっと塗りにくければやっぱり横にしてあげて、それを手前に引っ張ってくる。塗りにくいですよね自分の手は。そして馴染むとすごい綺麗になります。こんな感じ。
こんな感じで終わりです。そして例えばなんか周りについた汚れとかをこれでしっかりこうやってなんか皮膚を伸ばしてあげて取ってあげると綺麗に取れるかなと思います。簡単ですよね、これだと。でオフする時はできれば同じメーカーの、先ほども申し上げた通り、先ほども説明した通り、同じメーカーのものの方が溶けやすいですね。いつもマニキュアの動画で失敗しているので見えなくなっちゃって、なので見えたかな今回はと思います。で一番最後トップコートを塗った後、ある程度乾いたら、だいたいトップコートを塗ってそうですね5分とか10分とか置いてあげたら、しっかりオイルを塗ってあげてください。で私が使っているやつは、マニキュアを乾かす成分が入っていたりするので、そういう成分が入っているオイルもあります。こんな感じです。で最近のマニキュアは結構速乾性のものが多いんですけど、速乾性だとやっぱり手を早く動かしていかなきゃいけないので結構難しいと思います。塗り慣れてくると早くなっていくと思うので、できれば同じメーカーとかで繰り返し使ってあげて慣れていった方がいいのかなと思います。乾燥の速さとかが違ってきますので。ではマニキュアのアレンジ方法もまた上げていきたいと思います。また淡々と説明すると思います。グッドボタンを押していただけると私のモチベーションが上がります。ぜひよろしくお願いします。また見てくださいね。リリーチャンネルのゆかでした。バイバイ。